彼女は濡れた段ボール箱の上にバス停に座っていました。小さく、みすぼらしく、全身がしぼんでいました。どうやら、このびしょ濡れで崩れかけた段ボール箱が、赤ちゃんをバス停まで運び、運命に委ねた箱だったようです。にゃーにゃーという声に、赤ちゃんは黙って口を開けました。彼女は声を出すこともできませんでした。赤ちゃんの尻尾の下には、写真では見えないもっと大きな問題がありました。優しく赤ちゃんをキャリーバッグに入れ、少女は獣医の病院へと急ぎました。病院では外科医に診てもらえる幸運に恵まれました。外科医がたまたま空いていたこと、それは異例の幸運でした。ここで小さな生き物の悲劇の全貌が明らかになります。赤ちゃんは膨大な脱腸を起こしており、脱腸した部分は螺旋状にねじれていました。本当に彼女はそのような状態のままバス停に座っていた時間が何時間も、おそらく週夜もあったのでしょう。このような場合、通常は状態を安定させるために保存療法が処方されますが、このケースは深刻であり、躊躇してはなりません。再び麻酔科医が空いていました。赤ちゃんは手術のために運び去られました。このような状態での手術は大きなリスクを伴います。しかし他に選択肢はありませんでした。時間がゆっくりと進むかのように時間が長く感じられました。1時間後、赤ちゃんは運び出されました。生きていました。赤ちゃんの問題は比較的新しく、組織も生きていたので治癒性の縫合を行いました。おそらく脱腸は再び起こり、脱腸した部分を切除する必要があるでしょう。しかしそれほど大きな部分ではなく、おおむね正常に機能するかもしれないという希望があります。医師はできる限りのことをしました。今では全てがその小さな少女自身にかかっています。今最も重要なのは麻酔から覚めることです。不安は増すばかりです。赤ちゃんは目を覚まさないかもしれません。しかし1時間後、彼女は耳を動かし、足先をピクピクさせ始めました。まるで小さな生き物が深い眠りへと入ったように、疲れた体が眠れと命じたように感じました。そして赤ちゃんは暖かく安全な場所で眠っていました。その赤ちゃんはエミーと名付けられました。彼女は夕方まで入院の獣医の病院に滞在しました。目を覚ました。生きていますと少女が赤ちゃんを訪ねてきた時に、医師が玄関から告げました。肩から大きな荷物が下りた気持ちです。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。